こんばんは。八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は八ヶ岳の金星遺跡は縄文人の太陽暦観測所だったという動画をご覧いただきます。節分の2月3日の日の出、気温はマイナス9度でした。この日は天気が良く、東に富士山、南側には南アルプスの甲斐駒ヶ岳、北側の八ヶ岳も雲一つなくきれいに見えました。太陽は茅ヶ岳の頂上付近から上がります。この石に柱を立てて観測します。柱の影がこの先の石まで伸びていきます。立春の朝はこの白い布を巻いた石に影が当たります。この先の柱に見立てた旗に日が当たります。その影がこの白い布を巻いた石まで伸びてきます。日の出が始まりました。冬至の日の出はこの石に当たります。立春はこの石に影が当たります。今日は1日前、手前に影が当たっています。この説を唱えている岩波さんにお話を伺いました。5日の日に左側に最初に当たれば外れてね、それがあれなんですよ。であれに当たる時にはピーク絡んで、今日はちょっと右側だったでしょ。ピークがそれだけ正確に決めてあるんですよ。すごいもんですよ。このあれは、これはね、冬至の日の出線なんですよ。石棒がありますよね、大きい。あれのちょうど頭ぐらい。じゃあ今日は関係ない。これは関係ない。ここからあそこまで動いたっていうのを示すため。なるほど。そっか、冬至から。冬至がここからですよね。で、向こうが。だんだんこう動いてくるんだ。で、立春。10日間は変わらないと。それで、20日ぐらいになると少しずつこう動いていってね。それで、大寒でこの辺りに来るんですよ。大寒で。小寒ってこんなところですよ。要するに、同じ15日でもね、動きが全然違うんですよ。で、ここからここが15日。あっちの石はあれは立秋。その手前。あれは冬至の日の入り。そっか。日の入りはこれとこれでしたもんね。それで、あっちの石がね、立秋はここ行きますからね。ここからあの山、笠梨山。の峰。ってこと。でもこの高さも重要なんですよね。そうです。あの山は高いんでね。平地だったらね、低いもんでいいわけですよね。日の出の時だったら。これ高さが決まるんで。これ 2.4 メートルぐらいいるんですよ。2.4 メートルね。なんで 2.4 メートルかっていうのは、あの山があるんです。それで、そういう数値が出てくるね、あれがあるんですよ、中国に。2.4 メートル。8尺のね、棒を立ててやるんだっていうのが出てるんです。それここなんですよ。中国にはないから、ここです。なるほど。ここの数字が言ってるんです。中国に渡ってるってことですか。縄文時代のあれがね、この遺跡があれば、だからそれが全部わかるわけですよ。他に世界中どこにもないからね。今度は次はいつですか？明日、明後日。明日はピークから出るんです。明日は立春です。立春だから。今日は右側取ってるからね。
で、次の日が5日。5日が左側にもう1日移るんですよ。で、石棒は外れるんです。外れたところからこう動くんですよ、影が。それでわかるんです。なるほどね。5日が分かれば一応確認はできる。明日天気どうですかね。分からない。ダメみたいね。ダメかもしれない。5日はもっと雪とかって言ってますよね。だから、出た時に石棒左側に外れてれば。3日の日は分かりましたからね。右側だってことは分かった。ってことは左に行ってれば、あそこに当たってるはずと。なるほど。そういうことです。残念ながら3日4日は雪のため撮影できませんでした。6日にはこんな大雪になりました。2.4 メートルの柱で佐久穂町のある出土品を思い出しました。北沢の大石棒です。長さは 2.23 メートル、重さ330キロです。日本最大の大きさの石棒です。大正時代に北沢川のほとりで発見されました。日本で3000本以上発見されている石棒で一番の大きさです。以前は発見者が水田のあぜに立てていましたが、現在はこちらで保管されています。この手前の石棒はレプリカです。実際に触ってみることができます。とてもザラザラしていました。以前建てられていた場所にこのレプリカを建てる計画があるようです。こちらは北斗市考古資料館の大石棒。観測に使うのには少し小さいです。佐久穂町で出土した真っ黒な石棒。とても縄文時代に作られたものとは思えません。こちらは珍しい容器型土偶。佐久穂町では多くの縄文時代のものが出ています。私はこの大石棒は近世遺跡で観測のために使われていたのだと考えています。そして縄文時代以降に持ち去られたのではないでしょうか。毎日繰り返し昇る太陽は命の再生の象徴。そしてその弾痕から伸びる影は特別なパワーを持っていると考えたのではないでしょうか。この影が伸びる先には石棺墓が並んでいます。暦を観測するのと同時に亡くなった家族の再生を願ったのではないでしょうか。縄文人たちの石棺の上に伸びていく影、それを見ながらこのように感じました。ネットに流れる縄文時代の情報だけでなく、実際にその場所で感じてみるのはいかがでしょうか。近世遺跡ではすべての石棺の下を発掘したわけではないようです。石棺の下にはまだ縄文人たちが眠っています。私はここを訪れるたびに彼らに敬意を表して手を合わせています。縄文人が作ったかもしれない世界初の太陽暦観測所。縄文の真実をあなたもご自身で確かめてみませんか。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみください。もしお気に召したならば高評価、チャンネル登録をお願いします。